everyone, how are you? Welcome back to my channel. This is I. Today I will talk about this book. Yes. Firstly, sorry it took me so long to make this video. I finished it earlier this month, but I've been very busy lately. Yes. Anyway, let's get started. はい、まずはじめにカバーの説明ですね。カバーぐらいは見せて大丈夫だと思うので、中のカバーちょっと見せますと、こういう感じになっていて、でカバーがね別でついてきています。もうカバー私はつけたんですけど、こういう感じのカバーがついてきます。そしてカバーは購入元によってそれぞれ違うカバーになるので、何種類かあるので、私はたまたまこのカバー感じで、私はこれに満足してますね。このモノクロなのでシックだしかっこいいし、なんかインテリアとしてね部屋に飾っておいてもなんか写真集みたいに見えていいんじゃないでしょうかということで、私はお気に入りです。あとね、2人が同じ表紙にいるっていうのも私は気に入っています。はい。で全219ページで、最後にライブ写真62ページあって、巻末にディスコグラフィーとライブヒストリーがあります。数ページあります。で、この本はですね、ベビーメタルのプロデューサーであるコバメタルさんが書いたものになります。でこの本についてどういう本かっていうと、冒頭で話されてるんですけど、ベビーメタルがこの10年で歩んできた数々のレジェンドの目次録のようなものっていう風に記されています。はい。まずレジェンドっていうのがベビーメタルの中では2つの意味があって、1つは文字通り伝説っていう意味ですね。でもう1つが一つ一つのライブのことを指しているそうです。つまりですね、この本は10年間のメタルレジスタンスの中で行われてきたライブを中心にベビーメタルの歴史を紐解いていくというか、振り返っていくっていう本になっています。本の1章2章っていうのがそのままメタルレジスタンスの1章2章っていう感じで進んでいくので、こう歴史をなぞりながら本を読んでいける感じの本です。はい、はい。そしてもう一つ付け加えておくとですね、ベビーメタルを見てきている方ではもうこれは周知のことだと思うんですけど、この本はそのプロデューサーの小林さんが書いたものなんですけど、小林さんが書いたというよりはあくまでもコバメタル長ってなってるんですけど、コバメタルが書いたもの、コバメタルっていうのはベビーメタルの狐様のお告げのメッセンジャー的な人なんですね。はい、その立場の人が書いた本っていう感覚だと思います。だから一般的にそのプロデューサーの人が本を出すっていうと、なんか暴露話までいかないけど、あの時実はこうでしたとか、ちょっと裏話的なものとかがふんだんだったりするのかなって思う方もいるかもしれないんですけど、ベビーメタルはそもそも非日常の空間、ディズニーランドみたいなものなので、はい、ミッキーがねお客さんの前で絶対に着ぐるみを脱がないような感じなので、そういうことはありませんし、メタル雑誌とかヘドバンとかだとたまにコバメタルさんがスーメタルとかモアメタルについて話したりは全然するんですよ。仕事上のあくまでスーメタルに関しての話、中本鈴鹿じゃなくてとかはあるんですけど、この本ではメンバーに関する記載はほぼないですね。はい。でそれは最初のプロローグの部分にもコバメタルさん自身が言ってます。ないですって言ってます。はい。なのでゆいちゃんの欠場の部分とかについても本当にさらっと書かれてる感じですね。さっき言ったようにそのライブをねなぞっていくっていう感覚の本になります。じゃあ私たちがこの本で何を感じることができるのかっていうところなんですけど、もちろんそれは人それぞれ、読む人それぞれだとは思うんですけど、私なりに感じたこととか印象に残ったところをちょっとネタバレになっちゃうんですけどお伝えします。はい。でまずはそうですね、いかにベビーメタルが非日常感を大事にして他のアーティストがやらないようなオンリーワンなことをやっていて、そして一発勝負にいかにこだわってるか、特にライブ、そういうところにベビーメタルがいかにこだわり続けているかっていうところをですね、
再度知ることができます。そんなのも知ってるよって思う方もいると思うんですけど、なんか再確認できると思います。あとは、主要なライブに関しては、この本の中では特に演出面にフォーカスを当てて、スポットを当てて話している感じになります。なので私みたいにほとんどのライブに行ったことがない人にとっては結構新鮮な話があったりとかもするし、たくさんライブに行ってる人でもちょっと振り返れるような、ライブを振り返れるような構成になってるかなと思いますね。はい。そして私はこの本で初めて知ったこともあったんですね。例えばディストーションが当初は広島のレジェンド S で初披露する予定だったっていうこととか、ユイメタルの欠場で急遽瀬取りを変更することになったそうで、本当はディストーションをやる予定だったっていうことでした。その話で言うと、だからディストーションはディストピアをね象徴する曲であることには変わりないと思うんですけど、その初披露の時期が違ったっていう、なんか2017年の12月の時点で初披露になっていたとしたら、なんかまたちょっとこちらの受け取り方というかさ、なんか曲の受け取り方もちょっと違ったんだろうなとは思いますし、状況が違うから、あとはそうですね、何よりもユイメタルに完全に振りが入ってたんだなっていうのが分かりましたね。はい。だからゆいちゃんだったらこの振りどう踊ったんだろうなとかちょっと考えちゃいましたね。それ以外で私が特に印象に残った部分は、照明の話題がちょっと印象に残っていますね。ベビーメタルのライブの照明は引き算らしいです。で、赤、白、青の3色を、使用していて、そのオレンジとか緑とかっていう風に色を混ぜないっていう風にしているらしいのと、あとは3色以上の色を同時に見せないっていうことをやってるらしいです。確かにそうですよね、ベビーメタルのライブって。そして印象的だったのが、点よりも面を作ることを意識してるってコバメタルが書いてるんですよ。で、確かにって思いました。なんかそのベビーメタルのライブってこう例えば青一色の中にいるとか、こうスターライトとかアルカディアとかだと青とか白とかの一色の中にメンバーがいて、あとは例えば暁とかだったらスーちゃんが一人でいる時があるじゃないですか、ステージ一人だからステージがめちゃくちゃ広いわけですよ。一人しかいないから。広いステージが全部赤一色とかだったりすると、なんかそれがもうステージにもはや見えなくて、スーちゃんがなんか赤の世界の中にいる違う世界を私たちが見てるような、そういう感覚になることが私はライブを見ていてあるんですけど、それはまさにコバさんが言ってる面で見せてるから、そうやって奥行きが見えて非日常感、ベビーメタルの非日常感がより伝わってくるんだろうなって思いましたね。ライティング一つでそうかって思いましたはい、はい、あとは最後のショーでレジェンドメタルギャラクシーの大演壇、西の神も来て、あとアベンジャーズ全員集合だったじゃないですか。案が出た時に、このアイデアは10周年の時、やっぱり10周年がアニバーサリーだから10周年まで取っといた方がいいんじゃないかっていう考えもよぎったらしいんですよ。でも結果的にそうしなかったから、それがすごく良かったって、もしそれを10周年でやろうとしてたら絶対できなかったはずなんですよ、コロナがあったから。で、あと今年の武道館10公演も本当に無事に終われてよかったっていう風に書かれていて、本当にそこに関しては本当にその通りというか、そうだよねって、そうですよねって思いましたね。なんかコバメタルさんもコバさんの文章ではなんて言うんだろう、基本的にやっぱいいことしか書かれてないというか、こう実際はね諦めたツアーもあったわけだし、10周年ライブでやりたかったことも何割できなかったんだろう。多分すごくできなかったこといっぱいあったと思うんですよ、本当はね。だから本当は一言でラッキーだったで表せない悔しい思いとかいっぱいあったと思うんですけど、でもやっぱり奇跡的なことが多かったのは事実だと思うんですよね。
レジェンドメタルギャラクシーが2020年の年明けだったっていうのを考えると、本当にそこからの流れっていうのは奇跡的だったと思うので、この最後のページにね書かれてる言葉があるんですけど、ベビーメタルは本当に狐の神様が見守ってくれてるんだと私は思ったみたいなことを書いてるんですよ。そういうようなことをね、それは本心なんじゃないかなと思いましたね。はい、本当についてるなと、神があんまり軽々しく神とか言えないけど思いますね。はいはい、ということで、私の個人的な感想を言ってきました。はい、ちょっと支離滅裂だったとは思いますけど、なんか雰囲気だけでも伝わってくれてたら嬉しいです。はい、でこの本は冒頭でこれはあくまでもコバメタルが書いたものですよっていうことを言ったと思うんですけど、でも言ってもやっぱりこう総監督というかグループのプロデューサーなので、プロデューサーとしての視点が書かれているわけですよ。だけどその一方でただのストーリーテラーですよ私はみたいな雰囲気もあるわけですよなんかその絶妙なバランスで書かれてる本って他のアーティストではなかなかないなって思うので、なんかそこはちょっと面白いんじゃないかなと思いますし、私はそのコバさんのなんて言ったらいいんだろう、本音と建前の狭間みたいな独特の語り口調は結構好きですね。はい、だからぜひ興味が出た方、興味がある方はぜひ購入して読んでもらいたいなと思います。あとは、コバメタルさんのメタル論に興味がある人は9月29日にメタルっぽいのが好きっていう本が発売になるそうなので、そちらも要チェックかなと思います。はい、その本はダヴィンチニュースでの連載をもとにそこに加筆して本にしたっていう本みたいなので、まずはその連載の方をネットで確認読んでみるとこう雰囲気がわかるんじゃないかなと思います。個人的には面白いと思います。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。Thank you for watching. Have a nice day.